どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回、Apple の発表会ですね。急に正式発表ということで来ましたので、どういった製品が出るのかっていうところをですね、招待状がね、来ましたので、こういったヒントが隠されてるんじゃないかっていうところもね、見ていけたらと思いますので、ぜひね、皆さんもどういった製品が出るのかなってね、思ったところ、ぜひコメントいただければと思います。コメント。はい。急にね、今回来ましたね。ちょっとね、びっくりしたんですけど、詳細あたりをですね、見ていきたいと思います。昨日ですかね、夜ぐらいに、Apple ね、下の方行くとですね、この Apple イベントっていうのがね、出ております。動いてますよ、もう。この Apple イベントというところで、こういう感じでロゴがね、動くんですよね。で、日本時間の10月31日の午前9時からです、今回。はい。なんか変な時間というかね、初めてじゃないですか、この朝になるのは。なんで、現地時間はね、夕方5時とかだったと思うんですけども、ハロウィンにね、一応合わせてきたんじゃないかなっていうことで、何ファーストだっけね。映画もね、スケアリーファーストみたいな感じで、怖いくらい早いみたいなね、スケアリーっていう表現を使ってたので、今見てもらってわかる通りですね、この Mac のね、今使ってる方はわかると思うんですけど、フィンダーの顔ですね。これですよ。この Mac のファイルアプリ。これですね。が出てきているので、おそらく Mac 関連のものが何かしら出るんじゃないかなと思います。っていうか Mac だと思います。これまでやっぱりですね、今年は9月かなぐらい、9月、6月、去年は10月なかったのかな ?21 年はあったんですけど、1年半なんで、やっぱり M3 チップとかあたりだと思うんですけども、マーク・ガーマン記者ですね、今回また当たりましたね。これブルームバーグの記者なんですけど、結構当たるんですよ、この人ね。iMac ですね。なんでね、iMac を計画しており、このマシンは数ヶ月に生産が開始されました。チップ以外に大きな変更はありませんが、スタンド内部の設計が微調整されていますというところで、iMac ですね、24インチ来るんじゃないかなと思います。こちらですね、2021年かな登場してからちょっと価格ですけど、もう3年近く ?2 年 ?3 年近くも経ってしまうので、こちらの再設計が今来るんじゃないかなと思います。M1 チップかなこれは入ってるんですけど、非常にこうポップなカラーがなってまして、これね、めちゃめちゃ薄くてね、すごいいいんだよね。キーボードとかマウスとか全部ついてるので、このまま来たら使えるっていうモデルで、非常にこう人気というかね、アイコニックななんか感じで、めちゃくちゃ薄いし、で、今はそうですね、M1 チップが入ってるんですけど、M1 も出てからもう3年ぐらいになるので、こうサンダーボルト入ってますね。USB 電源コードで、基本的にはおそらくデザインとかも変わらず、カメラとか多分 Wi-Fi とかですね、基本的にはマイナーアップデートになるのかもしれないですけど、で、おそらく M3 チップなんじゃないかな。が乗りそうな気がします。M2 かもしれないですけど、多分 M3 な気がする。で、オーディオ。音ね、結構いいんですよね、iMac ね。ベントゥーラになってるもんね、まだ。やる気ねえだろうと思ったんだけど。いろんなアプリがね、さっきのフィンダー、あれフィンダー出てこないな。なんか可愛いな、このロゴみたいな。今回ね、前はですね、この M2 とM2 Pro なんじゃないかっていうね、チップっていうのを搭載して出てきたりとか、サンダーボルト4ポート、Wi-Fi 6E のサポートとかですね、Bluetooth とか、基本的には、マイナーアップデートまではいかないけど、デザインはそんなに変わらず、中身の強化とか、新書化もしかしたらね、なんかブラックが出るんじゃないかとかね、言われてるんですけども、そこら辺かなと思います。ただこの M3 チップが今回発表なんじゃないかと思いますけどね。発表会やるってことはおそらく M3 と M3 Pro なのかな期待してます、それを。はなんかおそらくですけど、USB-C モデルの、例えばこのマジックキーボードとか、iMac もおそらく USB-C になると思うんですよね。今回 iPhone もなりましたし、でマジックマウスとか、ここら辺もね、刷新されるんじゃないかなと思ってます。USB-C の、アダプターというか、そういったものがですね、Mac の周辺機器。今これ全部ライトニングになっちゃってるんで、変わるんじゃないかなと思いますね。はい。あとですね、やっぱ iMac の、実際 iMac 自体の在庫もかなり伸びてるんですよね。ここら辺も、こっちはなんかすぐ来るみたいだけど、おそらく来るサインなのかなと思います。発売前にすごい伸びたりするんですよね。配送時期がね。っていうのもあるかなと。なんでやっぱ MacBook Pro ですよ。はい。MacBook 来ると思うんですが、M3 チップね、M3 Pro Max ですね、14、16インチのテストをしてきましたっていう感じで、最大16個の CPU と40個の GPU コアね。なんでここら辺もですね、ブルームバーグ出るんで、そうな気がします。もちろん1月かなぐらいに、実際にもう出てる出てるんですけど、M2 ね、M2 Max。Mac ですね。ただ MacBook Air は今回、15インチがですね、これ6月に出たばっかなんで、これはまだなんか出なさそうですよね。まだ半年
年も経ってないんで、これで出したらなんか切れられそうだけどね、MacBook Air 15インチ買った人に。あんまり売れてないっていうのはあるんですけど、まあ今回あと Mac Studio とかは来ないと。これ今 M2 Max、M2、まあウルトラの方がまあ強いとは思うんで、Mac Pro も、Mac Pro とかも最近6月ね、出たばっかなんで、まあなんでこの M1 の13インチ Air、あ、これもあるんだね。13、15インチ M2 で、まあもしかしてどうですかね、13インチ MacBook Pro もどうなんだろう、もしかしたら来るかもしれないですけど、おそらくこれに M2 Pro、M2 Max かなが入ると。で徐々におそらくこっちとかが M3 とかになるのかなと思いますけど、 M3 Pro 出るんだったら出ると思うけどな、さすがに気はしますけどね。まあ今なんでこんなラインナップになってはいますかね。コア数がなんで、まあ GPU が結構ね、まあ iPhone もこの15 Pro が17 Pro チップっていうのが入って結構ね GPU が強いんですよねっていうのはあると思うんで、14、16インチも変わんないと思いますね。この今のデザインのままで、こちらも配送時期がね微妙ですけどちょっと伸びてるんですよね。なのでここら辺もなんか怪しいかなって思います、僕も。ただまあ16インチに関してはねそのままなのでどうなんだろうっていうか、まあ13インチに関してもまあ今のところ配送時期はそんな伸びてないので、どういうことなんだろうなっていう気はするんですが、はい、まあデザインとかは一緒なんで、まあこのチップだけがバーンって変わるんじゃないかなと思います。まあ1月にね出たとはいえ、おそらくあれ去年のね10月とか11月に本当は出す予定だったんだと思いますね。まあなんである意味予定通りというか、まあもう少しこのバッテリー時間とかがね伸びてくれれば、まあ、嬉しいかなと思いますけどね。多分変わんないでしょ、この画面とかもね。まあ画面がちょっと良くなるんじゃないかっていう話はあるんですが、まああんまり変わんないんじゃないかなと思います、正直ね。まあすでにこのLCD パネルで全然いいんで 120Hz リフレッシュレートあるし、この画面がねめちゃめちゃ薄いんで、画面はめっちゃ綺麗ですね、正直ね。音はねめちゃくちゃいいです。やっぱプロモデル6スピーカーシステムで、まあ、あとこのね SD カードスロットとか HDMI とか入ってるんで、まあこれはね便利ですよ。やっぱりその分厚みがあって重いなっていう感じですね。まあマグセーフはまあどっちも使えるんで、キーボードもやっぱちょっと奥行きがあっていい感じです。メカニカルな。まあ、Mac についてですね、このまあ以前の選び方っていうところだったり、まあ Mac mini はもうね今回来ないと思いますけど、これで結構解説してますんで、このまあ Mac の選び方っていうやつがですね非常にそろそろ10万回ぐらいいくと思うけど、まあ全モデルですね解説してるんで、これねめちゃくちゃおすすめですコメントも結構あるしね、チェックしていただければなと思いますね。はい。あとまあ M3 についてはこの MacBook Air、まあ、解説してますので、性能とかこのぐらいになるんじゃないかね、iPad のやつとかでも話しておりますので、この辺をねチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。昭和来ている。今回iPad に関しては、まあ、マークガーマもそうなんですけども、今回どうだろう、まあないのかなっていうなんかなさそうなね感じなんですよね。まあ iPad Pro に関しては今 M2 で、これおそらく来年登場って言われてます。これ結構新しく変わりそう。iPad どうだろうね、10世代11世代出るとしてもそんなにおそらく変わらない。ペンシルだけねこの間出ましたけど、どうなんですかねあれは。まあ iPad Air とかもまあ1年出てないんで、まあ出るとしたら Air かこのまあミニなのかなっていう感じなんですけども、意外とねどうなの、まあもしかしたら初めて今回1年間の間で iPad が出ないっていうねことにもなるのかもしれません。出てほしいとは思うけど、あんまりそんなにね変わらないとは思いますんで、正直まあ全然今のモデル買ってもいいのかなと思いますけど、まあ、31まで待ってもいいですけどね。一応 iPad に関してはこちらの、2023ここら辺だったりとか、こっちがいいかな、このアップルイベントのやつで、結構解説に、まあ、Mac に関してもね話してますので、あとこのおすすめアクセサリーね iPhone 15、非常に好評ですので、あと Apple Pencil もね新しいの出ました、 USB-C のモデル、まあ、この注意点みたいなところも話してますのでしていただければなと思います。今回まあハロウィンということでですね、午前9時なんで一応ライブ配信をねやろうと思ったんですけど、これも買ったんですけど、かぶりもんみたいなね iPhone みたいなとかねなんかないかなと探したんですけど、意外となくて、このアップルの被り物をしてねライブ配信しようかな。朝9時ですけどうん大丈夫かなって思うんだけどね。パイナップルとかもあるんで、はいまあよかったら一応ハロウィンなんでなんか面白いかなと思って。もうねこのなんかリブート T シャツが面白いなと、副ユーザーファニー T シャツみたいなくるくるなるやつですね、読み込み中の時に面白いなと思ったんで、ここら辺を着るかですね、この噛みついたリンゴっていうちょっとアップルっぽい
感じのやつもいいなと思いましたんで、よかったらチェックしてみてくださいというか、僕はまあ買いましたけどかぶりもんをしようかなって思ってます。はい、こんな感じですかね。まあライブ配信とかね、そこら辺もありますので、ぜひねチャンネル登録していただければと思いますけど、9999回すごいなさっき見た iPhone は15のね結構アクセサリー類とか15のレビューはねかなりしてますし、まあ11月また後半とかにもね、まあブラックフライデーとかもあると思うので、ここら辺だったりね、まあアクセサリー系とかね、これ結構ね僕おすすめなんですけどね、裏技設定みたいなのとかここに関してもかなりですね、まだ出してないんですけどこう出していこうと思いますので、ぜひねおすすめでございます。関連だとやっぱこのクリーンマイマックがねめちゃくちゃおすすめですので、まあこれ一応プロモーションにはなってるんですけど、まあ普通に僕ね今使ってるんでこんな感じで上からこう出てきたりとかね、スピードテストとかできるんで、ここでこのままめちゃくちゃ速いなまあメモリをこう開放したりとかですね、ショップ終了とか、これでめちゃくちゃいいですよ。まあ、いつもなんでこの CPU とか見ながらですね、ちょっと上の方切れてると思いますけど、これねすごいおすすめです。マジでめちゃくちゃいいです。 CPU 付属デバイスとかも出てくるんで、このスマートスキャンっていうね、スマートスキャンっていうやつで、スキャンしてもらうと、こういう感じでクリーンアップというか、勝手にね余計なファイルを検索したりとか、このセキュリティ面ですね、このウイルスが入ってないか、基本的にはね Mac とかもセキュリティ強めではあるんですけど、 Apple 製品なんで、とはいえね出てこないわけでもないので、これ非常にね、であとこれ実行を押すと、ジャンクとかね、ゴミ箱とか、スクリプトとかね、あとキャッシュっていう無駄な読み込んだやつとかね、メモリ開放してくれたりするんで、これねめちゃめちゃいいですよ。はい、あとスペースレンズとかで、あとこの容量を開けたりとかですね、検索してこう重い、ファイルを持ってきてくれると。これ消したらどうですかみたいなとか、スペースレンズでねかなりバッとスキャンして視覚的に今800ギガあるのか今こんな感じで視覚的にこう見えたりするのでめちゃくちゃいいですね。このムービーのとこにめっちゃ、これはファイナルカットプロのファイルなんでめっちゃ重いんですけど、とかでもうかなりねいろんな機能がありまして、アプリをこうバッてね消したりとか、すごいですよ。もうこう検索してバッて消すだけなんで、これめちゃくちゃいいんでよかったらチェックしていただければと思います。これ傑作ファイルとかもできるんだね。大丈夫だ。はい。システムジャンクとか、アシスタントも結構ねこうやって出してくれたりするんでめっちゃいいですよアップデートめちゃくちゃあるので、ぜひねしてみてください。今すぐ購入。5000円か。でも今ね買い切りでいいかなと思いますけどね、この永久ライセンス、でも結構そうだよ、なんか値上がりしたなサブスクでもサブスク5000円でも安いと思うけど、正直ね年間なんで500円ぐらい、500円もしないね、480円か。永久ライセンスでも全然、僕一応永久ライセンスで買ってますけど、全然これでいいと思いますんで、よかったらしてみてください。古いバージョン持ってたら 50% 割引になるらしいです。はい、ということで概要欄貼っておきます。よかったら。はい、ということでまたですね、これで全部分かりやすくは解説してるんで、あんま再生されてないんだけどねめっちゃいい動画なんだけどな。はい、ぜひチェックしてもらえればと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。はい、ということで Mac ね楽しみだな。いやーでも M3 Air が欲しいんで、俺は MacBook Pro もえぐいから性能使えんて。